こんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は6月下旬です。前回の動画を撮影してから約2週間が経ちました。撮影を行った日の日中の天気は晴れ、気温は朝方は15度にまで下がりましたが、最高は24度にまで上がりました。この地方のこの時期としてはやはり異例の暖かい日でした。この日には今年初めてのクローバー蜜の採蜜が行われましたので、今回はその時の様子をお伝えしましょう。2週間前の動画でも採蜜のお話をしました。しかしそれは昨年から持ち越した蜜や春先にたまった百花蜜を巣板から絞り出すための掃除蜜のお話でした。掃除蜜は出荷しないで自家消費用あるいは飼料として使われるようになります。それに対して今回絞るのは出荷するための混じりっ気なしのクローバー蜜です。なおクローバーには早くも枯れ花が目につくようになってきました。前回の動画では満開のクローバーを謳歌しているミツバチの様子をお伝えしたところですが、今回は衰えが出始めた花を訪れている蜂の姿をあまり見かけていません。加えて養蜂場の四方を取り囲んでいる牧草畑の草原では今年一番の刈り取りが行われました。そこにはクローバーの花も咲いていたのですが、一緒にきれいに刈り取られてしまいました。これは刈り取られた後の牧草畑をドローンを地上すれすれに飛ばせながら撮影しているものです。養蜂場周辺の牧草畑はいずこもこのような状態になっています。別の動画でお話ししたことがありますが、養蜂業は養蜂場周辺の土地を蜂を間に介して利用していますが、その土地を所有したり借りたりしているわけではないので、その土地の上で行われることについての意思決定に関わることができません。これは養蜂業の宿命です。なお、昨年は7月になってもクローバー蜜の採蜜が行われていました。しかし、今年はここまで述べたような事情から、これからも順調にクローバー蜜の貯蜜がなされるかは予断を許しません。なお、一昨年のクローバー蜜は全くの不作でした。反対に昨年はよく取れました。今年はどうでしょうか。さて、前置きが少し長くなりましたが、次にクローバー蜜の実際の収穫作業を見たいと思います。はい。まず、蜜棒の上から3分の1から半分ぐらいのところにまで蜜蓋がかかっており、したがってよく熟成した蜜が溜まっている巣板を2段重ねの巣箱のうち、上段の巣箱の中から選び出します。これが蜜を絞る候補の巣板です。選び出した巣板についている働き蜂を巣板を巣門の前で勢いよく振って落とします。若い蜂はなかなか振り落とせないので、蜂ブラシを使って払い落とします。蜂を落とした巣板は遠心分離機のところにまで運ぶために運搬用の容器の中に収納します。なお、この巣板にはまだ十分に蜜蓋がかかっていません。このことはこの群の巣板全体について言えることです。そのため今回はこの群からの採蜜は行わないことにして、採蜜は次回にまで見送ります。実はこの群は春先に非常に順調に成長していた群でした。そのため他の弱小な群に対して巣板2枚分の蜂を提供してあげた、そういう群でした。であるのに、ここに来てどうも蜜の集まり方が他の群と比べて鈍くなっているようです。春先に他の群に労働力を提供したことがここに来て影響している可能性がもしかしたらあるのかもしれません。ところで蜂を巣板から振り落とす光景はなかなかの見ものです。振り落とされた内勤蜂たちは歩きながら巣門から巣
巣箱の中へと続々と入って行きます。これはすでにどこかで見た光景です。そうです。何回か前の動画で2つの軍の合同のことを紹介したときに、合同する吹田の蜂たちが合同される軍の巣箱の中に入ってゆく時の風景によく似ています。ただ、あの時と今回とで異なるのは、今回は吹田から振り落とされた蜂たちが徒歩で向かっているのは、自分たちが根城にしている元々の巣箱だという点です。彼らはただ愛しい我が家に帰っているに過ぎません。何が待ち構えているかわからない他人の巣箱へと乗り込んでゆく合同とは大きな違いがあります。これはすでに蜜を絞った後の吹田なのですが、蜜を絞るために選び出した吹田には有害胞子がついている場合があります。巣房にしっかりと蓋がついていれば、たとえ吹田を遠心分離機にかけたとしても、巣房の中の幼虫やさなぎ、主に後者が巣房から外に飛び出してしまうようなことはありません。それと、これは巣箱を横から見たものですが、前回までと異なるのは、これまで巣箱とポリカーボネート製の波板との間に挟んでいたスタイロフォームの断熱材を取り除いた点です。これから季節は暑くなってゆくので、いくら北海道でも巣箱の上に断熱材を置くことはもはや必要ではありません。遠心分離機のそばに運び込んだ吹田では、まず蜜籐を使って蜜蓋を切り落とします。専用の刀を下から上へと巣皮の表面で這わせながら、銅製の線を少しずつ切り落としてゆくのです。蜜籐は蜜蓋が刃にくっつくのを防ぐための特別な工夫が凝らされて製造されています。蜜蓋を切り落としたならば、今度は吹田を遠心分離機の中に入れます。ハンドルを勢いよく回します。すると、それと連動して遠心分離機のローターが回転します。吹田の一つの面の蜜を絞ったならば、今度はその反対の面の蜜を絞らなくてはいけません。そのためには、吹田を遠心分離機から一旦抜き取り、しかる後にローターを180度回転させ、さらに抜いた吹田を再び遠心分離機の中に戻します。こうやって吹田の外向きの面を変えた後で、遠心分離機のローターを再び回転させると、吹田の両面から蜜を絞り取ることができるのです。ローターの回転が収まった後で、遠心分離機の底の方についているバルブを開け放つと、今しがた絞り取られたばかりの新鮮な蜜が、とうとうとほとばしり出てきます。クローバー蜜特有の淡い琥珀色に輝く、とても上品な蜜です。この段階では、まだ蜜蝋などの不純物が入っていますが、これから蜜こし器を使って、不純物を取り除くことになります。ところで、今回のクローバー蜜の収穫量は、豊作であった昨年の6月の1ヶ月分に匹敵する量でした。今年の6月には、さらに1回か2回の採蜜を行うでしょうから、冒頭で述べたような不安要素が顕在化しなければ、今年のクローバー蜜は、昨年を大幅に上回る収穫量であろうと期待されます。異例に温暖な春の下で、この経営のクローバー蜜の収穫は、非常な好成績を上げる可能性に期待が高まっているのです。温暖化は、もちろん様々な害悪を多方面に及ぼしている困ったことですが、このささやかな事実は認めざるを得ません。蜜を絞り取った後の吹田は、元の巣箱に収納して戻します。はい、最後に6月9日から22日のスズメバチトラップの結果を紹介します。右側が
小型スズメバチで29頭でした。左側は上段から順にオオスズメバチが9頭、茶色スズメバチが10頭、ケブカスズメバチが20頭、モンスズメバチが13頭でした。希少種とされる茶色スズメバチがいっぺんに10頭も取れるというのはやっぱりちょっとすごいことだと思います。なお、茶色スズメバチでは個体間で体の大きさがさほど違いません。それに対して他の種のスズメバチでは体の大きい女王バチの他にそれよりはかなり小柄な働きバチも混ざるようになってきました。これは前回までは見られなかったことです。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録、高評価で応援していただけると大変に励みになります。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。